はい、どうも藤井です。自分は藤井の音楽語りというチャンネルをやっていて、主に80年代のニューウェーブとかを中心に紹介しているんですけど、今回新たに、歌謡曲、主に昭和のアイドルを語るチャンネルを立ち上げました。これがその第1回目の動画になります。で、皆さんは花の82年組ってご存知ですか？1982年にデビューしたアイドルを指す呼び名です。この年は新人の当たり年と言われ、後々まで活躍するアイドルが多くデビューしました。中森明菜、小泉今日子、松本伊代、堀ちえみ、三田寛子、早見優、石川秀美といったところが代表的ですね。で、今年は2022年ということで、彼女たちのデビュー40周年になります。ということで、82年組のアイドルを紹介する動画のシリーズをやっていきたいなと考えつきました。だけど自分は、中森明菜さんのファンで、明菜さんのアルバムはかなり聴いているんですけど、他の方はアルバムでじっくり聴いたことがないんですね。で、それが、中古レコード屋さんとかに行くと、この時代のアイドルのレコードはたくさんあるなと思って、で探してみると、先ほど挙げた方々のファーストアルバムはすんなり入手できたんですね。なので、中森明菜ファンから見た82年組アイドルのアルバムレビューみたいな感じで喋っていこうかなと思います。まず最初に紹介するのは松本伊代さんのファーストアルバムセンチメンタル伊代。松本伊代さんは1981年10月にシングルセンチメンタルジャーニーでデビューしています。で、今82年組って言ったのにいきなり違うじゃんって思われるでしょうが、これは当時のレコード大賞をはじめとする音楽賞が9月末で年度を区切っていたからで、伊代ちゃんは81年度の新人枠には入らず82年度の新人ということになりました。このファーストアルバムも1981年12月に出ていますね。ジャケットは非常にシンプルなデザインですね。これは最近中古で買ったんですけど、帯もなくって余計にシンプルに見えます。で、中の歌詞カードですが、こちらもシンプルですね。で、これスタッフとかクレジットがないんですよね。作詞作曲編曲者しか、これではわからないです。はい、じゃあ聴いていきましょうか。1曲目ワンダフルハート。アコギのイントロから始まるフォークロック調の曲で、これは結構意外な感じでした。伊代ちゃんといえばもっとキッチュなイメージがあるので、インパクト重視な曲から始まりそうな気がしていましたが、素直に良い曲だなと思える曲でしたね。2曲目ひとかけらの夏。この曲はずっとファルセットで歌っていて、これまた意外な感じでした。伊代ちゃんといえばこの鼻にかかった独特の歌声が特徴的ですが、この曲では全く違った歌い方で面白いですね。4曲目のタイムカプセル。これは堤恭平先生作曲によるオールディーズっぽい、センチメンタルジャーニーにも通じる、いかにも伊代ちゃんっぽい曲ですね。堤恭平さんは B 面1曲目にそのセンチメンタルジャーニーと B 面4曲目スクランブル交差点の3曲を提供しています。スクランブル交差点はボサノバっぽいラテン系のリズムで、個人的にお気に入りの曲です。他にもカントリーロック調の夜間飛行や、洗練されたシティポップの別れの風景など、なかなか楽しめる曲がありました。で、伊代ちゃんの歌なのですが、多くの曲で、ダブルトラックになっているように聞こえます。ダブルトラックっていうのは、同じ人が同じように歌った歌を2つ重ねる録音の手法です。これ分かりやすいのがまさにセンチメンタルジャーニーで、この曲は A メロ B メロは普通の1本のボーカルで、サビがダブルトラックになっています。だからアルバムの多くの曲はセンチメンタルジャーニーのサビと同じような声になっていますね。これはまだ新人の伊代ちゃんの歌が不安定だったため、
苦肉の策で施された処置なのかなとは思われますが、個人的には実は伊代ちゃんの鼻にかかった独特の歌声がちょっと苦手に思っていたため、逆にこのアルバムでの歌は意外と聴きやすく思いました。アルバム全体の印象としては明るくて爽やか、歌謡曲的な締めっぽさを感じさせない作品になっています。それは1980年にデビューして一世を風靡した松田聖子さん以降のアイドル像に乗ったところではあるのですが、松本伊代さんに関してはそこからさらに人工的というかおもちゃっぽいイメージが加えられたように感じます。しかし楽曲的には粒揃いでなかなかのアルバムだと思いました。続いては堀ちえみさんのファーストアルバム少女です。堀ちえみさんは1981年にホリプロスカウトキャラバンで優勝し、1982年3月にシングル潮風の少女でデビューしています。続いて5月にはこのファーストアルバムが発表されていますね。でこのアルバム、こういったダブルジャケットになっていて、歌詞カードもこう写真がたくさん載っています。そしてこういったこれポスターですね。大きなポスター、これは大きいですよね。あらららら、こんな大きなポスターもついています。そして、このレコードのレーベルもこういった可愛いピンクで、なかなかこれ力の入った豪華な仕様になっていますよね。こうしてクレジットを見てみると、全曲編曲が鈴木茂さんになっていますね。で参加しているミュージシャンも書かれていて、ドラムは、渡嘉敷雄一さん、林達夫さん、村上ポンタさん、山本秀夫さんなど、ベースは岡澤茂さん、長岡道夫さんなどで、キーボードは佐藤淳さん、大谷和夫さんなど、いろいろな有名なスタジオミュージシャンの方が参加されていますが、エレキギターはすべて、鈴木茂さんが弾いているようですね。で、デビューシングルの潮風の少女からしてちょっと GS 風味のあるノスタルジックなポップスでしたが、このアルバムでもその方向性は踏襲されていて統一感があります。逆に言えばちょっと似た曲調が多くて単調に感じるかもしれません。でそんな中アクセントになっているのが B 面3曲目の不思議七色、ちょっとだけ背伸びをしたマイナー調の歌謡ロックといった感じで、鈴木茂さんのギターソロも聴けます。ちょっと浮いている感じもしますが、このアルバムの聴きどころの一つですね。そして個人的に一番好きだったのは B 面5曲目、ラストの微笑んでグッバイ。アップテンポでスピード感があり、明るくて、少し切なさのあるメロディー、そしてちえみちゃんが頑張って歌っているっていう感じが感じられてグッとくるものがあるんですよね。この曲をアルバムのラストに持ってきているのはすごくいいなって思いました。アルバム全体的に清涼感のあるサウンドになっています。ナチュラルで素朴な印象が堀ちえみちゃんのキャラクターに合っていますよね。録音も、自然な感じで撮られていて、上手とは言えない歌ではありますが、嫌味のない歌い方で個人的には好きな歌声です。楽曲からパッケージングまで含め全てが爽やかで初々しい、アイドルのファーストアルバムとしてはとても満足度の高い作品だったのではないでしょうか。はい、では中森明菜ファンである自分の視点から感想を言いますと、松本伊代さんはキラキラとしていて作り込まれた、言うなればリカちゃん人形が歌っているような印象で、アニメの世界の延長線上にあるような存在に思えました。対して堀ちえみさんは
ナチュラルで素朴な印象、どこにでもいるような女の子が頑張って歌っている感じで、思わず応援したくなるような初々しさがあります。対照的な部分もある2人のファーストアルバムでしたが、80年代的な明るさがあり、楽しい気分になれる作品でした。対して明菜さんはファーストアルバムの時点で歌唱力、表現力が結構あり、重さ、暗さ、切なさみたいなものが出ちゃってるんですよね。ただただ可愛い、初々しいって感じではないんですよ。そして今回聴いた伊代さん、ちえみさんのアルバムはファーストにして結構方向性が定まっていて、統一感のある作品だと思いました。明菜さんのファーストって結構いろいろなタイプの曲が入っていて、どういった方向に行くのか定まっていない感じがするんですね。その分いろいろな可能性が見える作品と言えるし、実際にその後さまざまなタイプの曲を歌っていくことになるんですけどね。はい、というわけで今回は松本伊代さんと堀ちえみさんのファーストアルバムを聴いてみました。次回も花の82年組のアルバムを紹介する予定です。誰にしようかなって今思っているところです。乞うご期待を。